皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。今週は月曜日から雨が数日続く予報が出ています。ということで今日は2月のベランダ多肉の様子を見ていこうと思います。このエリザベスの石化は実は大きなエリザベスの小株を外して育てているうちにいつの間にか石化していました。そしてその隣のモンローも葉ざしからこんな風に育てていると気がつくと石化していたんです。このモンローの葉ざし子ちゃんも片側だけ石化しているのがわかりますね。なぜだか原因はわかりませんが、たまにこんな風に石化してしまう多肉が出てくるんです。皆さんの多肉ちゃんはどうですか？そして成長点がじゅれてしまっていたこのマディバハイブリッドは去年の11月と比べてみてもまた一回り大きく成長していました。奥の方で黄色い花を咲かせている多肉もありますが、このベランダでもやっと少しずつ花芽が上がってきたといった感じでしょうか。1月のベランダ多肉では胴切りした親株のピンクベラは見たんですが、こっちのロゼットの方はすっかり忘れていて、今日見てみるとなんと転がっていて、裏には枯れ葉がたくさんついていました。でも株元をよーく見るとピンク色の根っこが生えているのがわかります。撮影しながら片手で枯れ葉を取るのは大変でしたが、なんとかきれいに枯れ葉を取ることができました。ついでに隣の枯れ葉も取っておきました。確かこのロータスは去年植え替えしたと思ったんですが、すでに葉が鉢からはみ出してロゼットがこんなに大きくなっていました。このロータスの外葉を何枚か取り葉ざししてもいいですね。今年はベランダの多肉があまり紅葉しないと話していましたが、2月の初めに気温が下がった時にいつもは防寒をするんですが、今回は防寒せず寒さに当てたのが良かったのかもしれませんね。ブルーウェーブも外葉が赤く紅葉しています。一番奥でピンク色に紅葉している多肉はシルエットです。このピンク色が可愛いんですよね。その隣のモンローとアメージンググレースも葉がムッチムチで可愛いんですが、あまり変化はありませんでした。そしてこの群生のドルフィンですが、学名を調べたところ出てこず、ドルフィンという名前で検索してみてもヒットする多肉が出てこず、ブルードルフィンという多肉が出てくるだけでした。もし名前がわかる方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントで教えてくださいね。この紫色に紅葉している多肉はシャーロットローズです。葉がグラデーションに紅葉していてとても綺麗です。先ほど転がっていたこのピンクベラですが、土にしっかり植えてあげようと思います。この葉は植えるのには邪魔なので取っておきます。もう一枚取っても良さそうですね。これで株元もすっきりしました。このピンクベラはすでに根が生えているので、このまま引き続きベランダで管理します。そしてお次はこのフロリディティールです。この株もすでに
鉢いっぱいにこぶいていて、窮屈そうなのでいくつか小株を外していこうと思います。ハサミを持ってくるのを忘れたので、ピンセットでつまんで抜こうと思ったんですが、葉が取れてしまいました。仕方がないので手で引っ張って抜いてみることにします。きれいに抜くことができず、茎の途中で切れてしまいました。これは大失敗です。とりあえず取った小株は土に刺して、取れてしまった葉も周りに葉差ししておきます。次に外せそうな小株を発見しました。手で取ろうと思ったんですが、やはり葉が取れてしまうため、今回はピンセットプライヤーを使って根元から抜いてみることにします。これは大成功でした。枯れ葉をきれいに取り、ロゼットを確認してみると、少しいびつですが、この小株ちゃんもまだ小さいため、葉は取らずにこのまま植え付けておきます。ちなみに我が家にはこの他にもいくつかフロリディティールを育てているんですが、どのフロリディティールもこんな風に群生になってしまいます。小株を取ったついでに親株の枯れ葉もきれいに取り除いておきます。今使っているこのピンセットプライヤーは枯れ葉が滑ることなくしっかりつまむことができるので、枯れ葉取りには最適な道具です。枯れ葉取りも終わり、親株のフロリディティールもきれいになりました。ついでにこのグレンシャも小株が飛び出していたので、大きい方の小株を取って株分けすることにしました。これは手で簡単に抜くことができました。根もしっかりついています。この小株にもたくさんの枯れ葉がついているので、すべて取り除いておきます。ロゼットの形もとても綺麗です。茎は少し長いんですが、根が出ているのでそのまま植え付けます。ピンセットで茎をつかみ、土の中に引き込み、周りの土を軽く押さえて、これでグレンシャの株分けも完了です。そして用意したポットがまだいくつか余っているので、ロイヤルプリティの鉢に落ちていた葉を拾い、葉差ししておくことにしました。最後に拾ったこの葉からはすでに芽が出ていました。ロイヤルプリティの葉は4枚落ちていました。1枚だけ芽が出ていましたが、葉差し率はどうなることやら。とりあえずポットに芽が出ている葉は置くだけにして、後の葉は葉先だけ少し土の中に埋めておきました。この空になったポットはデントラチェムです。徒長していた茎がぽっきりと折れてしまっていたので、新しいポットに植え付けました。このルドルフもついでに葉差ししておこうかなって思い、葉を触ってみたんですが、ちょっとペナペナすぎて、このペナペナの葉では葉差し率があまり良くないかなと思い、今回は
葉ざしするのを諦めました。はい、ということで今日は雨が降っていたためベランダの多肉を見ていきました。そしてこのグレンシャの小株を外したり、転がっていたピンクベラを植え直したり、群生になっていたフロリディティールの小株を外して増やす作業をしていきました。いかがだったでしょうか。この一雨ごとに春に近づき、ベランダの様子も来月にはまた変わっていると思います。そしてこの群生のドルフィンへのコメントもお待ちしています。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。